はい、皆さんこんにちは、ミルキーです。今回はかき氷機修理の後編です。前回は分解と動かない原因の特定をしてきました。原因はギアのブラケットが破損していて、歯車が噛み合わない状態となっていたことでした。なので、そのブラケットを溶接でつないで補修するところまでやりました。今回は後編になるのですが、外装も割れているので、その補修と塗装、組み立てをして完成までやっていきます。早速ですが、外装の割れの修理をやっていきます。この L チャンネルね、これを切ってここに当てようかなって思います。この天板は鋳造でできていて結構厚みがあります。溶接するときに片方が厚くてもう片方が薄い場合、薄い方が溶け落ちてしまうので、なるべく厚さを合わせた方がいいです。ということで、手持ちの鉄鋼材で厚めの L 型チャンネルを選択しました。それでもね、この鋳造の2分の1ぐらいの厚みなんですけどもね。で、欠けているところの形状は R がついているので、鉄板を2枚作って、それをつないで R 形状に近い形状にしようとしています。はい、溶接をしていきます。溶接を始めたばかりなので、まだまだ初心者中の初心者なんですけども、だいぶアークもね、飛ばせるようになってきました。まだまだ溶接棒がね、非溶接物にくっついたりしてしまっていますが、まあそこはね、まだ初心者なんでしょうがないかなと。もっと上手くなるようにね、練習していきたいと思います。で、溶接が溶け込むように溶接部は V 字溝を掘っています。ですが、相手が鋳造品なので、100Vだとね、なんか溶け込んでいないような気がしています。後でね、ネットで教えてもらったんですけども、鋳造品を溶接するときは、事前にね、バーナーで物を温めて、熱を上げてからね、溶接するとうまく溶け込むらしいです。あと、鋳造だと炭素量が多いので、溶接後の水素税制を嫌ってね、プロは低水素系の溶接棒を使うらしいです。まあ、100V の溶接機だとね、そういう溶接棒って選べないんですけども、売ってないんでね、うまくね、溶接するための知識はプロにはかなわないなって思いました。水素税制が気になるなら、溶接したものを炭火の中にね、1、2時間放置してベーキング処理なんかしてもいいとは思いますが、今回はね、めんどくさいんでやりません。あとはね、溶接の汚さが折り紙付きですね。YouTube だとすごい綺麗に溶接してる海外日記とかいるんですけども、どうやったらあんなに綺麗にできるのか、すごい不思議ですね。私もあの域に達したら、すごいいいなとは思うんですけども、まあ頑張っていきます。ひび割れたところの補修ですね。一旦グラインダーで V 字に削ってから、それから溶接しています。同じ材料同士で隙間がない状態。そして直線の溶接であればそこそこできるようになってきましたね。何事も実践練習大事だと思います。実際にやっていてね、上達しているなって感じるんで、とてもいい練習になってんじゃないでしょうか。で、外装なのでとりあえず溶け合ってればいいかなと思って片側溶接のみ、両面溶接はやっていません。よく見るとひび割れてるところをいくつかね見落としていました。この際全部溶接しておきたいので、強度上げておきたいので漏れなく補修していきます。グラインダーで溶接の盛り上がったねビードを削って鳴らしていきます。鉄板を2枚使って R 形状に沿わしたところは結構うまくね形状が出せたんじゃないかと思っています。ただグラインダーで削るとね溶接の下手さが際立ってきますね。もうちょっとね重ねて溶接の厚みを作るべきだったのと、コバがね、コバって端のところね、端のところが溶接できていなかったりするんで、欠けや穴が出てきてしまっています。一応溶け込んではいるみたいですけどもね。次に、これは古い塗装と錆を落としているところです。
インパクトドライバーにカップブラシをつけて削っていますが、塗装も錆もね、なかなか落とせなかったですね。少しは削れるんですが、思ったほどゴソッと削れなかったですね。ダイソーの手持ちのワイヤーブラシの方が錆がよく落ちているような気がしました。ポリッシャーに紙やすりを取り付けてね、削ってみたりしたんですけども、こちらは全然ダメでしたね。もう明らかに削れてない。何かね、良い方法があったらぜひ教えてもらいたいんですけども、どうやるのが一番最適なんでしょうね。とりあえず塗装は全部剥がさなくても、劣化している部分をね、剥がせればいいや、錆も大体ね、落とせればいいやと思って、当初思い描いていた塗装と錆をね、すっきり除去するということは、この時点でね、もうすでに諦めていますね。溶接の作業もそうなんですけども、この削る作業ね、地面に物を置いて前かがみになりながらやっています。そうすると何が起きるかというと、腰とね、肩がいっちゃいますね。少しの時間であればいいんですけども、一日中この姿勢を取り続けているわけで、翌日はね、腰のコルセットのお世話になるわけですね。作業台が欲しくなります。鉄でできたね、アースを取れる作業台が欲しいですね。ただ、置き場所がないということで、作業台があるだけで体が楽になってね、楽しんでできるんですが、腰痛い、肩痛いとこぼしながら、作業しています。はい、一応ね、磨き終わったんで、これから塗装をね、やっていきたいと思います。はい、塗装をやっていきます。中性洗剤で脱脂をしましたら、プライマー、サフェーサーは使わずに、気合と根性でダイレクトにラッカースプレーで塗っていきます。本当はね、プライマーだけでも塗りたかったんですけども、費用の関係でね、断念いたしました。3500円でジャンク品として購入してきて、色を塗るだけでも1000円の缶スプレー2本必要となるんですね。合計5500円。後で出てくるんですけども、特殊なね、食品機械用のグリス、人体に影響がないやつですね。これが1500円なので、この時点で7000円使ってることになってるんですね。この修理の目的が、自治会の夏祭りでかき氷をほぼ利益なしの低価格60円くらいでたくさんのね、子供たちに提供するためにやっているんで、機械の修理費がかさむと意味がなくなってしまいます。極力ね、費用を抑えてって感じの修理になっていきます。7000円以内であれば自腹で払ってもいいかって思っていますけども、1万円を超えるとね、気持ち的にちょっとスッキリしなくなるんですね。このボーダーラインはね、心の大きさとも関わっていると思いますが、私の許容量はこのぐらいになります。そして色なのですが、結構悩みました。最初はね、紺色、ネイビーとかかっこいいかなって思ったんですけども、衛生面を考えると汚れが目立つ明色、明るい色ね、にしておきたいのと、このかき氷機を使うのが夜なので、闇夜に溶け込まないようにしたかった。なので、ピンクを選びました。薄いと夜に映えないというか、白と分かんなくなってしまうので、ある程度の濃さで、しかしながらショッキングピンクのようなね、どぎつさもないこの色に決定しました。ちょうど近くに桜の木が立っているので、桜の花びらをイメージしても面白いし、子供たちも喜びそうな色というのも選んだ理由です。出来上がりを想像しながら塗っていきます。全体的にね、ピンクに塗れましたんで、雪のマーク、こういうのをね、ちょっと筆で描いていきます。白のね、タッチアップペンがあればよかったんですけども、なかったので、タミヤのね、プラモデル用の水性塗料、これを使っています。もしかしたら剥がれちゃうかもしれないけども、いいかって感じですね。もし剥がれたらまた上から塗ろうかと。で、初雪のロゴにもね、色をのせていきます。ロゴの色はあんまり派手すぎないようにブラウン色をチョイスしました。こちらもね、桜の樹皮を想像して、色塗ってみたんで、相性的にはね、結構いいと思うんですよね。綺麗にね、大人の雰囲気もちょっとある感じで塗れたんじゃないでしょうか。次に、このサビがすごい刃ですね。まずはサビを落としていきます。砥石でゴシゴシ削って落としていくんですけども、刃はかき氷機のね、一番重要な部品ですからね。
これがなければ削れないし、研ぎが甘いとね、氷が粗くなって美味しくなくなってしまうので、もちろん錆なんて残しておいたらね、鉄の味が出てくるかもしれませんから、ちゃんと錆は落とします。茶色い粗めの砥石で削っていますが、ラチが開かないので、砥石の先端についているさらに粗い砥石でゴシゴシしています。錆も落とし終えたので、刃を研ぐ工程に移りました。茶色い砥石でね、刃の角度を保持したまま、前後にピストン運動を繰り返していきます。徹底的にね、研いでいくんですけども、研いでいる最中はね、研ぐ時間が少ないかなと、もっと研いだ方がいいかなって思っていたんですけども、動画を見返すと結構丁寧にね、時間をかけて研いでいますね。夢中になってやっているので、時間が過ぎるのが早いんだと思います。で、次に白い方の目の細かい砥石で仕上げます。研いだ後、指を刃に当てると薄皮が切れました。前後に指を動かさなかったんですけども、当てただけでね、切れるほど鋭くなっていましたね。なかなか質の良い刃物だと思いました。はい、じゃあ組み立てやっていきます。ゴム劣化してたので新しいものを作りました。分解する前はね、モーターの振動が大きかったのを記憶してるんですけども、このゴムがすでに弾力がね、なくなっていたのが一つあるのと、ギアのブラケットがね、割れて振動が大きくなっていたっていうのがあると思います。なので、ゴム板から切り出して新しい部品を作ってみました。最後の方の動画でね、作動させてますけども、振動はさほどなくてね、とてもスムーズに回っていました。はい。では、シャフトのね、組み立てやっていきます。で、これがどうなるかっていうと、どういう順番で組み立てたらいいんだろう。まず、こいつを刺しちゃった方がいいんだよね、多分ね。よっ。入るかな。うん、入んね。よし。ここにベアリングを入れてなんだけども、これあれだね、油さしとかないとダメだね。今回ね、フードグレードグリースっていう、これ食品機械に使えるね、体内に入っても問題ない素材でできてるグリースですね。一応かき氷機なんで、これを使って油をさしていきたいと思います。まあ変なね、油は使いたくないしね。ということで、まずこの周りに吹いて、このベアリングにも刺しときましょう。油をふんだんに。めったに外せないのでね。こんな感じですかね。で、この部品ですね。よいしょ。で、こんな感じかな。ベアリングを入れときます。簡単に入ると思うんですけどね。よいしょ。はい。これね、ここに割りピンを差し込みます。うん。こうだな。こう入れて、で、最後にこいつですね。この樹脂の部品を入れて、また割りピンで留めると。動画ではね、サクって組み立てているんですけども、結構考えながらね、何回も組んでみては外して、組んでみては外してっていうのを繰り返してやっていました。そこら辺はね、編集でカットしていますが、まあ時間がね、結構かかって苦労していますね。はい、こんな感じでしょう。ユニット組みを立て終わりました。はい。はい。で、次にこの部品ですね。この部品組み立てていきます。バネ入れて、で、シャフトをこうかな。で、カバーつけると。こんな感じですね。うん、いいですね。
プーリーにゴムベルトを通すの忘れてました。ちょっと一回ばらさないとダメですね、これね。めんどくせえ。組み立て方もわからない状態で結構苦労しながらね、ギア類を組み立てて、やった完成したみたいな感じでいたんですけども、プーリーにベルトをはめるのを忘れるという大失態を犯しました。で、これからばらしてね、再度組み立てていくんですけども、何回もばらしたり組み立てたりするとね、部品が壊れるんですよね。ハスバ歯車、こいつを外します。あ、折れた。まあね、割りピンなんて使い回すもんでもないでしょって思いながら使い回していたんで、当然といえば当然なんですよね。正直折れた時はめんどくせえの一言でした。割りピン買ってきました。新しいやつね。やっぱ割りピンはね、まあ一回使っちゃうと壊れちゃうかな。よいしょ。入んないかも。あれ同じサイズだと思うんだけどな。こっちは入るかな。あ、こっちも入んねえや。でけえの同じように見えない。同じだと思うんだけどな。そしたらちょっと削ってきます。削ってきます。はい、削ってきました。こんな感じですね。まあ、いいんじゃないかな。長さはね、合ってんだよね、これとね。これ折れたからちょっと短くなってるけども。長さは合ってるから、太さだけちょっと太かったって、そんな感じですね。だから、こいつを刺してあげれば、入るはずなんだが。入った。入りましたね。よし。で、こいつも取り付けて、よいしょ。スコッて入った。はい、閉められた。これで OK だね。はい、では箱を組み立てます。もう簡単ですね。ネジで固定していけばいいだけです。もうすぐ完成目前っていうこともあって気分は上々っていう感じですね。ではスイッチをね取り付けちゃいます。ちょっと邪魔だしね。車にさせても邪魔なんで。これは取り付けちゃおうか。これね。上の蓋ね、止めます。真ん中のシャフト入れていきます。これ、ハスバ車がここに入りますんで、で、このハスバ車のキーと合わせてですね、スッと入れていくと。入りますね。これにね、針を刺していきます。どこだ？真ん中の。で、こいつをかぶせると。で、ワッシャーをつけて、修理あるあるなんですけども、最後になぜかビスが1本余ったんですね。あれってなって、動画をね、一回全部見直したんですけども、どこの部品かね、結局わからなかったです。なので、とりあえず無視しました。エンジンとかだったらね、大騒ぎなんでしょうけども、まあこれかき氷機なんで、まあこれが原因で動かなくなったり、まあ故障したとしてもまた修理すればいいやっていう、そういう考え方ですね。リードスクリューは常に回転するので念入りにグリスを塗布しておきました。
もちろん食品機械用のねグリースです。このグリースはね樹脂への攻撃性も少ないので、少ないというかないのかな、ないので結構万能に使えると思います。普通シリコンスプレーとか使ったりしますけども、このグリース使ってもいいかもしれないですね。もう完成ですね。最後にプレートのマスキングを取ってラベル類も貼って、ひび割れて汚かったノブもひびに溶剤系の接着剤をね流し込んで、その後再塗装しています。これで完了です。コンプリーテッド。作動音がとても静かでスムーズに動作しました。見てもらえればわかると思いますが、氷をしっかりね押さえつけることができていて、きめの細かい氷が一瞬で出来上がっています。手動のやつだとねこうはなかなかいかないのでね、まあ夏休みで行列を作ることなく速やかにねかき氷機を提供してくれることに期待したいですね。はい、ではかき氷機の修理はこれにておしまい。ご視聴ありがとうございました。